明けましておめでとうございます。2024年もニトロブログをよろしくお願いいたします。さて、年明けから能登半島地震や飛行機の事故などで、ちょっとおめでとうとは言いづらいんですけどね。今年最初の動画は、ニトロブログが2023年にデビューしたゲーム機12モデルの総集編ですが、各機種について簡単な解説と、私が気に入ったモデルをランキング順で発表しますよ。それでは早速見ていきましょう。まずは昨年デビューした中のワースト機種ですが、2023年6月にデビューしたデータフロック SF2000 です。まさにチープ中華ゲーム機といった感じのモデルで、性能が低くてファミコンやゲームボーイが遊べるレベルの性能です。筐体の質感はそれほど悪くはないけど、操作性がかなりひどいんですよね。でも3000円程度で購入できるので、遊びと割り切ればそれほど悪くないけどね。私はすぐに飽きちゃいました。ちなみに終売しているみたいなので、もう売ってないみたい。残念。次に紹介するのは、クラウドゲーミングデバイス、アブソルート。9月にデビューしましたが、ランキングは11位です。大型の7インチスクリーンで画質も良質、本体も薄くて、ホールド感、操作性も良い。カードの出来はかなり良いんですよね、これ。だけど、搭載するチップセットの性能が低いのがいまいち。クラウド、ストリーミング専用に振り切ったコンセプトなんですよね。だけど、どうせなら T618 チップぐらい積んでいれば気に入ったと思います。ストリーミング専用機はソニーから PS ポータルもリリースされましたよね。価格も安いし悪くはないんだけどね。アンバーニック RG405V が10位、9月にデビューしました。縦型デザインの T618 チップを搭載した Android モデルです。縦型デザインの木目カラー復活で期待していたんですけど、本体が大きく、分厚いのはいまいちなポイントでした。背面もずんぐりむっくりだし、デザインは私の好みではありませんでしたね。でも、操作性が良いので、ゲーム機としては悪くないんですよ。人とは違うモデルが好きならって感じ、極物感のあるモデルでした。9位にしたのは、バルキリー X55。6月にデビューした機種です。RK3566 搭載で、スクリーンが 5.5 インチと大きめなのが特徴です。バルキリー製品にしては、ビルドクオリティはそれほど悪くはないです。ただ、スクリーンの表示が微妙で、最大輝度が低め。そして、操作ボタンのクオリティがいまいちで、特にショルダーボタンの操作性が良くないです。本体デザインは個人的に好きだし、ホールド性も良いんだけど、全体的にビルドクオリティが低くて、チープに感じちゃうんですよね。みんな大好き、ミオミニのサイズアップモデル、ミオミニプラスが8位。2023年4月のレビューです。個人的には、縦型モデルの中でデザインは一番良いと思います。ビルドクオリティ、質感も良いし、3.5 インチモデルの中ではコンパクトです。エミュレーター性能はプレステまでなので、ちょっと非力なんだけど、アナログパッドもないし、ショルダーボタンも操作がしづらいので、現実的にファミコンやゲームボーイ用と割り切れますよね。もちろん、コレクターさんにもおすすめです。7位にしたのは、最近デビューしたばかり、RG35XX プラスです。CPU が H700 にアップデートされたおかげで、PSP やNintendo、DS なども動作が可能になりました。ミオミニプラスのライバル的なモデルですが、
性能と操作性は RG35XX プラスの方が良いので、ミオミニプラスを選ぶ理由はあまりないかも。デザインも似ているしね。RK3566 搭載機種、Android ブートを排除してコストダウンした RG353PS が6位です。こちらは11月にレビューしました。3.5 インチで解像度 640×480 モデルは色々ありますが、操作性の良さ、ショルダーボタンが縦配列、ホールド性、ビルドクオリティなど、何より低価格なことが評価の高いポイントです。同スペック製品の中では、このモデルがおすすめかなと思いますよ。第5位は、レトロイドポケットフリップ赤の限定カラー。同じミッキー618を搭載して、フリップデザインが特徴となっています。操作性もあまり良くないし、分厚いから携帯性も良くないです。でも、ビルドクオリティはとても高いし、何より限定カラーの赤なので、コレクターとしての所有欲を満たしてくれたのが5位の理由ですよ。電源も入れずに棚に飾ってあるだけなんだけどね。ファンキー S のクローンモデル RG ナノが第4位です。1.54 インチのスクエア液晶、外装が金属なので、高価なライターみたいな見た目です。性能的にはプレステまでは動作するんだけど、こんな小さいデバイスでゲームするなんて現実的ではないですよ。せいぜい、デモ画面を起動してニヤニヤするぐらいですよね。全くゲームプレイには向かないけど、見た目の良さや質感など、無駄なものにロマンを感じてしまう人向けなのです。私はこのモデル好きですよ。3位にしたのは、4インチの RK3566 を搭載した RG アークです。S モデルが Linux 専用で、D モデルが Android 起動に対応した2ラインナップになっています。セガサターンパッドみたいな見た目とアナログパッドが特徴。デジタルパッドがないので、プレイ可能なゲームが限られちゃうんだけど、丸型十字キーの操作性はとても良いです。画面は少し大きめで、D パッド不要なレトロゲームであれば、とても遊びやすいです。本体が大きく、見た目のおもちゃ感も魅力のモデルです。第2位は、パウキリア RGB30 です。実は、レビュー動画を出していないんですよね。撮影はしてあるんだけどね。このモデル、RK3566 を搭載して、スクリーンは4インチ。解像度は 720×720 というスクエア液晶を搭載しています。本体サイズは、大きすぎず、小さすぎずで良いサイズ感。表示も16対9のアスペクト比でなければ、多くのコンソールに適合して良い感じです。エミュレーター用途であれば、この仕様が最適解なんじゃないかなって思っちゃいました。パウキリーさんなので、ビルドクオリティが高くないのが残念なポイント。だけど、塗装や操作性改善のカスタマイズしようとか、逆に色々と手を加えたくなる変な魅力があります。最近はカラーバリエーションも増えて、ますます人気になっていますね。ニトロ Vlog が2023年ベストモデルとしたのは、アンバーニック RG405M です。このモデルはユニソック T618 を搭載した Android モデルで、スクリーンは4インチ、解像度は 640×480 となっています。アンバーニックとしては珍しい左のアナログパッドが上側にレイアウトされていて、私にはこのレイアウトがしっくりきます。メタルボディの質感、本体のサイズ感も良いし、Android レトロエミュレーターモデルの中では一番良かったのと個人的に評価しています。ただし、価格はちょっと高価なんですけどね。アンバーニックのファンでまだ所有していないのであればおすすめいたしますよ。
そんなわけで、2023年にデビューしたゲーム機のまとめランキング動画でした。この動画、本当は2023年に出すつもりだったんだけどね。まあ、新年でも良かったんじゃないかな。皆さんが購入したモデルはありましたかね？それにしても、今年はどんなモデルがリリースされるのでしょうか？新しい情報が出るのが楽しみですね。さて、この動画は以上となりますが、チャンネル登録がまだなら、登録してくださいね。また、動画に対するコメントや評価など、よろしくお願いいたします。今年も、ニトロ Vlog をよろしくお願いいたします。それでは、また次回の動画で。じゃあ、またね。